ゲテモノガンダムと呼ばれる機体、ガンダムバサーゴ&ガンダムアシュタロン。NRX0013 ガンダムバサーゴおよび NRX0015 ガンダムアシュタロンは、テレビアニメ、機動新世紀ガンダム X に登場した機体であり、ガンダムバサーゴには、双子のフロスト兄弟の兄、シャギア・フロストが登場し、ガンダムアシュタロンには、弟のオルバ・フロストが登場して、主人公、ガロード・ランが、カル、ガンダム X やフリーレンなどと戦いを繰り広げました。そして、物語後半では、それぞれのガンダムは回収され、ガンダムバサーゴチェストブレイクとガンダムアシュタロン、ハーミットクラブになり、世界を滅ぼさんとして、ガンダム WX の前に立ちはだかりました。今回は、そんなフロスト兄弟が、カル、ガンダムバサーゴとガンダムアシュタロンについて解説させていただきます。悪いことするんだね。そうだ、悪いことだ。機動新世紀ガンダム X の世界では、スペースコロニーの独立運動に端を発する地球連邦軍と宇宙革命軍の間で第7次宇宙戦争が勃発しました。この戦争では、ニュータイプという人の革新と呼ばれる力を持つ者たちが活躍します。機動新世紀ガンダム X におけるニュータイプとは、陣営によって様々な考え方があります。そのため、宇宙革命軍は、スペースノイドこそニュータイプであるというニュータイプ主義を持っており、地球連邦軍は、ニュータイプにしか扱えない戦闘システムであるフラッシュシステムを動かすことができるものをニュータイプと考えています。なお、第7次宇宙戦争では、ジャミル・ニートがガンダム X に登場して、フラッシュシステムを用いることで、複数のビットモビルスーツを同時に操縦したり、戦後の世界でティファがフラッシュシステムを通じて、月面のサテライトシステムへ、機体の登録を行ったりしています。ニュータイプが活躍した第7次宇宙戦争では、最終的に、いくつものスペースコロニーが地球に落下し、人類のほとんどが死滅する結果を招いて、勝者なきまま終結しました。しかし、戦争で活躍した人の革新者、ニュータイプの研究は戦後も続けられていきます。そんな戦後の世界で、シャギアとオルバは特殊な能力として、兄弟でテレパシーを行うことで、視覚情報の共有や意思疎通が図れるツインズシンクロニティを持っています。そのため、連邦軍のニュータイプ研究所にいました。しかし、そのような優れた力を持ちながらも、フラッシュシステムには反応しなかったので、ニュータイプとは似て非なるものとして、フェイク、偽物を意味するカテゴリー F と分類されてしまいます。こうして、自分たちをまがいものとするニュータイプ至上主義への恨みを持つようになったフロスト兄弟は、やがて世界に復讐することを誓いつつも、その目的を隠して、連邦政府再建委員会の諜報員として、表向きは、フリーのモビルスーツ乗りを装って活動するのでした。私の相場は凶暴です。ガンダムバサーゴとガンダムアシュタロンは、戦後の世界で、連邦政府再建委員会が、一気に攻勢をかける環境を整えるため、極秘裏に開発した新型機です。電撃データコレクションによると、バサーゴは、軍の関係者から、ゴーストガンダムという異名で呼ばれていたとされています。ただし、劇中では、そのような呼ばれ方をされておらず、ガンダムエアマスターのパイロット、ウィッツ数からは、アシュタロンと合わせて、ゲテモノガンダムと呼ばれていました。戦争によって技術力が衰退した世界で開発された機体ですが、戦後15年の時を経て、モビルスーツ開発技術が戦前まで回復していることを伺わせるほど、高性能な機体に仕上がっています。また、バサーゴはフラッシュシステムを組み込んでいるので、ニュータイプ専用の武装を装備することも可能です。なお、G ジェネレーション F では、第7次宇宙大戦後期に、ニュータイプを抹殺するためのニュータイプ専用モビルスーツとして開発されたガンダムベルフェゴールが登場していますが、ガンダムバサーゴやガンダムアシュタロンは、ベルフェゴールを元に開発されたという設定になっています。武装としては、まず、バサーゴは、両肩部に、折りたたみ式の自在に伸びる腕を搭載しています。そのため、通常のモビルスーツよりも、長い腕を生かした特殊な戦い方が可能です。また、両腕の前方にはストライククローを装備しています。クローユニットの中央基部にはビーム砲を装備しており、標準的なビーム砲でありながら、ビームをなぎ払うように照射することも可能な兵装です。劇中では腕を伸ばしてクローユニットで敵の頭部をつかみ、そのままビーム砲で頭部を吹き飛ばすといった武装の組み合わせ方などもしています。腹部には大口径メガ粒子砲のメガソニック砲を装備しています。背面のラジエータープレートを展開して、
上下に開いた腹部内の方向から発射します。地上ではストライククローを地面に固定して発射することで命中精度を上げることが可能です。劇中では収束撃ちと拡散撃ちをする様子が描かれています。腰部背面には1本のビームサーベルを装備しています。劇中では通常のモビルスーツと同じように使用することが多く、さらに特徴であるストライククローを用いた格闘戦が主に描かれていますが、ゲームではストライククローと併用することで腕を伸ばした先のビームサーベルで投げ払うような使用方法も見られます。また追加武装として用意された兵装ストライクシューターを持ちます。これは3連ビーム砲とクローを合わせた両手に1艇ずつ保持できる手持ち武器で連結して使用することも可能です。放送当時に発売されたガンプラでは100分の1にのみ付属された武装です。劇中21話に登場しますが、退却時にしんがりを務めるよう味方から命令された際にそのまま味方殺しをするのに使われた程度です。ただバサーゴは武装が少ないからかゲームガンダム vs ガンダムネクストで使用可能なほか、後年には機動戦士ガンダムエクストリーム vs シリーズに登場する改良機ガンダムバサーゴチェストブレイクにも装備されています。ガンダムアシュタロンは戦前に開発されたガンダムエアマスター同様に変形機構を持ちますが、エアマスターが飛行速度を重視していたのに対してアシュタロンはパワーを重視する設計になっています。そのため変形時はモビルスーツではなくモビルアーマー形態と呼ばれています。劇中ではバサーゴを乗せて長距離飛行しているほか、エニルエルが狩るモビルアーマーエスペランサに追いつくなどの機動性の高さを見せつけています。武装としてはまずアトミックシザースを持ちます。バックパックに搭載されたアームでモビルスーツ形態でもモビルアーマー形態でも使用可能であり、中央にはビーム砲が内蔵されています。そしてバサーゴ同様、腰部背面にビームサーベルを装備しているほか、ショルダーバルカンやモビルアーマー形態で使用可能なノーズビーム砲を装備しています。またバサーゴ同様21話のみ追加武装としてビームスピアを持ちます。ボウガン状のビームライフルに変形する槍になっており、劇中では投げ槍として使用してガンダムエアマスターの翼を破壊しています。再会を祝してお茶でもどう？もちろん君のおごりでね。劇中では当初シャギアはフリーのモビルスーツ乗りを装ってニュータイプ研究を行うアルタネイティブ社を襲撃します。そして自分の実力を見せつけて雇ってもらい、オルバがフリーレンを襲撃してティファを奪還してからはバルチャーたちを殲滅しようとしました。その後幾度となくガロードたちと戦いを繰り広げていくことになります。フロスト兄弟はプライドが高く、モビルスーツの戦闘では負けたことがない高い腕の持ち主ですが、ガロードが狩るガンダム X を仕留めきれなかったことからガンダム X を撃つことに固執します。そのためガロードがフリーレンから逃げてガンダム X を売ろうとした際は危機に瀕するガロードを助けており、自分たちの美学のためにガロードが戦いに戻るように促します。その後フロスト兄弟は政府再建委員会で暗躍して徐々にその地位を高めていきます。人工島ゾンダーエプタではガンダム WX の開発を指揮したアイムザットを殺しました。そして昇格して新連邦軍の総司令官フィクス・ブラッドマンの参謀本部直属の部下になり、極秘任務と称してフリーレンを追跡します。WX と対峙したフロスト兄弟は優勢に戦い、アシュタロンがアトミックシザースで WX を捕獲したところをバサーゴが突き刺すというおなじみのパターンでとどめを刺そうとしましたが、WX の圧倒的なパワーの前に敗れるのでした。その後宇宙でガロードの前に再び立ちはだかります。こうして登場したのがガンダムバサーゴチェストブレイクとガンダムアシュタロンハーミットクラブとなります。我らの世界に栄光あれ。バサーゴチェストブレイクはまがまがしいデザインとなり、バサーゴから各武装の性能が大幅に向上しています。そのためハイブウィングはスラスターがなくなり、エネルギー効率を向上させる6枚のラジエーターブレードに変更されました。さらにこのウィングはサテライトシステム使用時のマイクロウェーブ受信用リフレクターを兼ねています。武装としてはメガソニック砲が腹部だけではなく胸部にも搭載されて3連砲になりましたが、それ以外の変化はありません。なおストライクシューターは劇中ではオミットされたものの、ロボット魂版では付属されています。
アシュタロンハーミットクラブは推進システムを中心に強化されたので機動性がさらに高くなりました。バックパックが巨大化したので脚部以外を全てバックパックユニットに収納する形で変形します。武装は基本的に変化していませんが、アトミックシザースがギガンティックシザースに強化されたので WX のパワーでも引きちぎることはできなくなりました。またハーミットクラブはチェストブレイクとの連携を想定したオプション兵装サテライトランチャーを持ちます。改修前からニュータイプによる運用を前提としたフラッシュシステムが搭載されていることもあってサテライトシステム対応のビーム兵器が運用できるようになりました。なおフロスト兄弟はフラッシュシステムが使用できないので親衛隊にマイクロウェーブ送電施設を占拠させてサテライトシステムを使用可能にしています。フロスト兄弟は世界を滅ぼすため新連邦政府が宇宙革命軍に戦争を仕掛けるように働きかけます。そして終盤にはサテライトランチャーで連邦軍と革命軍の双方の首脳の間を消滅させてさらなる混乱を引き起こそうとしましたが、最終的には WX のツインサテライトキャノンとの撃ち合いで相打ちになり双方ともに大破しました。世界が我らを黙殺するから我らは世界を滅ぼすのだ。フロスト兄弟はガロードの敵でありながら強い者を倒すことへの美学を持ち合わせていたがゆえにガロードの命を助けてガンダム X に乗るようにけしかけます。そしてガロードが WX に登場してからはその強さに見合った強き者を退治させるべくコルレル、ブリトバ、ガブル、ラスベートといった新型機を配備してそのパイロットたちに WX 追悼を命じるも WX を撃つのはあくまで自分たちであると考えていることからある面では WX が勝つことを望んでいる様子が描かれており、ある意味ガロードの成長を導いた人物たちの一員ともいえる面白い存在になっています。ラスボスキャラとしては珍しく最後に死亡せずガロードたちが立ち寄った町に佇む後ろ姿が描かれました。余談ですがシャギアはシークレットブーツを着用して身長を10センチメートルほど高くしているという公式設定があり、劇中で確かにシークレットブーツらしきラインが描かれているシーンも見受けられます。またガンダム X のキャラクターは全体的に実年齢よりも老けて見られがちで、ネットではシャギアは30超えから20代後半、オルバは20代中盤から20歳くらいではないかという意見などが時折見られますが、実際は2人とも19歳となっています。ちなみに19歳の人物といえば同作品のエニルエルをはじめアレルヤ・ハプティズム、アンジェロ・ザウパー、イザーク・ジュール、コー・ウラキ、0079のブライト・ノア、ミリアルド・ピースクラフト、レディアンなどが該当します。きっと相当な修羅場をくぐり抜けてきたのでしょう。さすがに叩き上げは違う。今回はこれで以上となります。チャンネル登録されるかはお任せいたしますので、もしよければもう一本動画を見ていただければとても嬉しいです。最後までご視聴いただきありがとうございました。